さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、音声データの解析についてです。ボイスボックスとライブ 2D モデルの組み合わせで、ゲーム配信用の環境を作成しているときに、音声データを扱う機会がありました。声の大きさをライブ 2D モデルのパラメーターに設定する部分ですね。音声データを解析して音量レベルや音の高さを取得できればゲームにも活用できそうな気がします。ということで今回は音声データを解析してみます。まずは音量レベルを取得してみます。今回の場合だと、ボイスボックスで生成した音声の音量レベルを取得する感じですね。ライブ 2D キュビズム SDK のスクリプトを参考にして、オーディオソースの音量レベルを取得することにしました。キュビズムオーディオマウスインプットを見てみると、左のような感じで音量レベルを取得しています。ゲットアウトプットデータでオーディオソースから出力されているデータを取得して音量レベルを計算する感じですね。音量レベルをライブ 2D モデルのパラメーターに設定することで声の大きさに合わせてライブ 2D モデルがリップシンクするようになります。ということでボイスボックスの音声でリップシンクを設定してみました。音量レベルを取得してパラメータを操作します。今回はリップシンク用のパラメータを操作するためにボイスボックスで生成した声の音量レベルを取得しましたが、マイク入力についても同じような感じでデータを取得できるので、続いてはマイク入力を扱うゲームについて考えてみます。マイクの音量レベルを取得してゲームに反映させる場合だと、ホラーゲームで採用されることがありますね。一定以上の音量で声を出すとゲームオーバーというような設定だと、先ほどと同じような感じでマイクの音量レベルを取得すれば実装できそうです。マイク入力を扱うゲームについて考えてみると、音量レベルに加えて音の高さを使用するゲームもあるので、続いては音の高さを取得するスクリプトを作成してみます。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回のサンプルではボイスボックスで生成した音声のデータを解析します。サンプリング周波数についてはオーディオセッティングで確認できます。デフォルトだと 48,000Hz ですね。サンプルの数は2のべき乗の値にする必要があります。Unity の標準機能で高速フーリエ変換を行うことができるので、この関数を使用してスペクトルを分析する感じですね。波形の不連続性を目立たなくするために窓関数を使用するようです。今回はピーク成分が鋭いハミング窓にしました。周波数成分の最大値を持つインデックスを見つけることで周波数を計算することができます。
とりあえずは音声データを解析して音の高さを取得できるようになったので、エディター上で動作を確認してみます。音声情報を解析することで音の高さを取得してみる。今回のサンプルでは音の高さに応じてオブジェクトの位置が変化するようにしてみました。マイク入力の音の高さを取得できれば、プレイヤーの声の高さでオブジェクトを操作するというようなギミックを作れそうですね。音声情報を解析することで音の高さを取得してみる。ということで、本日はボイスボックスで生成した音声のデータを解析して、音量レベルや音の高さを取得してみました。ご視聴ありがとうございました。